普通にかっこいいと思うんだけどな。どうも、ひでちゅぶです。お疲れ様です。今回は模型屋さんの長期在庫品買ってみよう第2弾です。はい、そういうことで今回もグレートマイトガインでお世話になった大川原さんにお邪魔しまして、こいつは長い間この模型屋に売れ残ってるだろうなってやつを買ってまいりました。今回のキットはこれだ。皆さん一度は目にしたことがあるであろう LM モデルのバーサスナイトシリーズです。箱のやれ具合が長年あの模型店に居座ってたっていうことを如実に表していますね。今回大川原さんで購入してきましたので、グレートマイトガインの時と同じようにちょっとした事件が起きまして、3個セットでございます。はい、そういうわけで改めまして LM モデル VS ナイトシリーズよりカイゼルファイヤー、グラフサンダー、ウォーターバロンです。パッケージから読み取れる情報によると1996年の発売、お値段はそれぞれ1000円です。このキット大川原の通路に置いてあって通行の妨げになっていたので勢いで買ってきました。大川原の親父もまさかこれが売れるとは思ってなかったでしょうね。すいません。これを組む前に最初にお断りしておきたいことがあります。私、このキットの元ネタのアニメを見たことがありません。これに関してはね、もう涙なしには語れない事情があるんですよ。私、西日本の田舎の出身なんですけれども、まあ田舎っていうのはですね、都会の方々にはわからない悩みっていうのがいくつもありまして、その中の一つにですね、テレ東のアニメを全く見ることができないっていうのがあります。なんでそんなことになってしまうかというと、テレ東系列の放送局がないんですよね、田舎の方だと。そんな感じなんで、当時流行ってた深夜アニメとかほとんど見たことがないです。あんだけ流行ってたスレイヤーズだって未だに一回も見たことがないです。田舎の方では結構こういう人たちいるんじゃないですかね。今はインターネットの普及でアニメいくらでも見れるんでいい時代になったもんだなと思います。まあそんな感じで元ネタを知らないんで、プラモデルとしての出来具合をニュートラルな感性で見ていこうと思います。まずは主人公機と思われるカイゼルファイヤーから作っていきたいと思います。箱開けてみましょう。うわ、値札のやれ具合がやばいですね。どんな感じなのか。説明書はカラフル。アンケートはがきの色が変色している。これはなんだ、コースターか。説明書見てみましょう。たったの4工程、あっちゅう間に完成するやつですね。こないだ作ったエスカフローネよりも簡単なのかな。塗装見本は綺麗にできてますね。ランナーを見てみますか。成型色は白一色ですね。部品数もかなり少ないです。それでは作ってみましょう。ニッパーでの切り心地とかデザインナイフでの削り心地とかは特に問題あるとは思えません。部品の合いも上々で部品精度はかなり出てる印象ですね。最近簡易インジェクションのキットを作ることが多いので、簡易インジェクションって何ぞやっていうのをちょっと調べてみたんですけれども、簡易金型を使用して作られたインジェクションキットのことを総称して簡易インジェクションと呼ぶみたいですね。一言に簡易金型と言ってもいろんな種類があるみたいで、通常の金型っていうのは材料に工具鋼って呼ばれる材料を使うんですね。いわゆるスパナとかそういう工具に使われる材料なんですけれども、その中でもプラスチックキットの場合は SKD61 っていうのが一般的に使われるようです。で、この SKD61 っていうのが鋼をベースにクロムだったりモルイブデンだったりバナジウムを添加してあって、すっげえ硬くて粘る材料なんですよね。で、硬くて粘るがゆえに加工に時間がかかるし、
添加してある材料自体も結構高価なものなんで、加工に時間がかかるのと、材料がそもそも高価っていうので、金型っていうのはすごい高いんですよね。昔弓の子で金型に使われてる材料を切ろうとしたことがあるんですけれども、本当に歯が立たないなっていうのを経験したことがあります。それに対して簡易金型で使われる材料っていうのがアルミだったり樹脂だったりするらしいんですね。材料の詳細まではちょっと調べても出てこなかったんですけれども、要するに普通の金型に比べて材料自体はより安価で加工もしやすい材料を使うことで金型としての値段を抑えるっていうのが目的みたいです。じゃあ簡易金型と通常の金型で一番大きな違いはどこなのかっていうと、ショット数なんですね。金型って製品を作れば作るほどどんどん摩耗していくんで、摩耗が限界を迎えたところがその金型の寿命になるんですけれども、通常の金型と簡易金型だとショット数の数にはねだいぶ差があるはずです。そんな感じなので、基本的には大量生産する商品に簡易金型っていうのは使わないんですよね。簡易金型で検索するとですね、出てくるのって試作屋さんばっかりで、通常どういう使われ方をするかっていうと、自動車とかの部品の試作品を作るのに使うんじゃないかなと思います。はい、そんなこんなで部品がめっちゃ少ないっていうのもありまして、20分ほどで完成しました。結構かっこいいですねこれ。首は横にちょっとだけ動きます。肩はこれぐらい稼働します。肘は気持ち動きます。太ももはボールジョイントで結構動きます。膝に関してもこれぐらい稼働します。足首は完全に固定ですね。LM モデルに稼働を期待してもしょうがないんで、そこは改造数なり何なりすることにした方がいいと思います。次はグラフサンダー行ってみましょう。グラフサンダーのグラフって何なんだろう。またコースター入ってる。基本的な構成は一緒っぽいですね。工程もたった5工程で完成。動画ではちょっと分かりにくいかもしれませんけれども、成型色は深い緑です。黒ではありません。サクッと作ってみましょう。はい、こちらもサクッと完成しました。グラフサンダーです。基本的な構成はカイゼルファイヤーとほとんど一緒なんで、特に語るようなことはないんですけれども、かっこいいですねこれも。それでは最後にウォーターバロンを作っていきましょう。成型色は青です。それ以外は前の2つとほとんど差がありません。はい、できました。ウォーターバロンです。3つ作っても1時間でできちゃいますね。基本的な構成は前2つと一緒なんで、やはり特に語るべきことはありません。ただこのキットもかっこいいんじゃないですかね。はい、全部作っても1時間ちょっとで完成しました。 LM モデルの VS ナイトシリーズです。成型色違いが3色揃うとなかなかカラフルでいい感じですね。組み立てに関しては何の支障もないです。サクサク作れます。造形に関してもかなりよくできてると思いますし、何よりもね普通にかっこいいですよこのキット。塗装をちょっとやるだけで見違えるようにかっこよくなると思うんですよね。こっからさらにそういうのを加味しても正直なんで売れ残ってるのかわからないぐらいの出来のキットだと思います。やっぱあれかな、知名度。私田舎にしか住んだことがないので全国的な事情っていうのはちょっとわからないんですけれども、バーサスナイトラムネ&フォーティって多分テレ東の新アニメですよね。そうなってくると田舎ではね目にする機会がほぼほぼないんじゃないかなと思います。そんでもって目にしたことがないロボットのプラモデルをわざわざ買うかっていうと多分買わないでしょうね。あとですね、パッケージが絶望的にダサい。後ろの方でカイゼルファイヤーが気持ちいいポーズとってますけども、このキットの最大の弱点である可動範囲をわざわざさらけ出してお前どうするんだっていう話ですよ。
あと前面に押し出されてるアニメキャラクター。アニメではお前らが主人公かもしれんけど、キットの主人公はお前らじゃないんだよ。こんなパッケージ恥ずかしくてレジに持ってけないっつうの。このキット正直な話をすると、すだち姿はすごくかっこいいと思うんですよ。で、値段もちょっと高めな設定になってるんで、もっと高級感を打ち出したパッケージにしてれば、パケ買いしてくれるお客さんがね、もっといたんじゃないかなと思ったりするんですよね。せっかくなんでちょっとだけ手を入れてみようかなと思いまして、プレミアムトップコート艶消しを吹いてみました。さらにここからウェザリングカラーでフィルタリングをしてみようと思います。はい、サクッと仕上げたのがこんな感じです。いいんじゃないでしょうか。素のキットの状態よりも若干エモさが出て、なんて言うんだろう、模型屋を守護してきた守護神像みたいな雰囲気がちょっと出たかなと思います。ご利益ありそう。はい、そういうことで LM モデル VS ナイトシリーズいかがでしたでしょうか。なんか世間ではナイチンゲールが買えるだ買えんだ、転売屋がうんたらと盛り上がってるようですけれども、そんなストレスなんか溜めてないでですね、このサクッと作れるキットを作ってストレスを発散しましょう。模型屋さんで長期在庫品を買えば模型屋さんのためにもなる。素晴らしいじゃないですか。といったところで今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。さようなら。